换衣服啦。おーい桐山二階堂。兄者は今控え室で取材中だ。今回は还是很隆重的感觉啊。ファンの集いもあるからな。我是粉丝，我已经是岛田的粉丝了。ファンの集いは3時からだ。始まったらなるべく会場で兄者のそばにいてくれ。なあ、本当にいいの？俺たち関係ないのにそばにいてさ。関係ない？同じ研究会だろ。しかも俺は弟弟子だぞ。おい！大勢の慣れない人に周りを囲まれて気を張って対局前日に疲れちゃわないようにそばにいたいんだ。好贴心哦，尽量让他能休息的时候休息吧。林总有一种受挫的感觉。就是这么自信。又是这首歌。哦，二海棠说的对。要全国之霸。3時になったらまた会場でな。ああ。僕がぐるぐる迷っている間に、同年代の彼は看着他的背影。お前に会ったら言わないといかんと思っていた。お前、トーナメントの賞金や対局料、生活費以外はほとんどうちに振り込んでるだろう。今まで世話になった分と、哦天呐，玲。そんなことは考えなくていい。玲一直都还是心里有愧疚。啊！这俩人长得也太像了，吓我一跳。不过难怪玲她其实过得也比较节俭吧。倒是有一些是真的是花给了三姐妹。会長の言う通り、お前が成人するまでは私が預かっておくが、必要になったらいつでも言いなさい。そうだ。京子はどうしてる？お前のところへよく行っているようだが、迷惑かけてないか？他跟他女儿不熟是吧？どういう？言ってないのか。やっぱりな。俺にはもうあいつの考えてることがさっぱりわからんのだ。他不知道祥子跟有妇之夫搞到一起吗？姉さんは。小田八段、桐山五段、すみません、お写真の方よろしいですか？どうしたらいい？話すべきか。でもこのことを知ったら父は。其实挺有父子相的，他们俩。今自分にできることはないんだろうか。すごい庭だ。都内のホテルの中にこんな場所があるなんて。池だ。
してすれ違っていってしまうんだろう。姉も父もお互いの存在をこんなにも断ち切りがたく怎么就擦肩而过了呢？天気雨。神之子，它自带一种氛围，谁懂？一黑一白。おいおいそうやおいいたいたおいこらそうやこのバカタレがおいこら主役もう一体どこ消えたかとああもう濡れてんじゃねえかおい桐山お前そばにいたなら連れてきてよほら行くぞお前も来いはい、すみません。もう会が始まるのに主役がここにいていいわけなかろうよ他不能说话吗？他为什么这么沉默？気配がなかった。啊，怎么这么恐怖啊？世界から音が消えた。姿が変わらないんだ。時間が止まってるっていうか。記憶の底で誰かがささやいた。彼が消えたその刹那。空が破け、重たい雨が降り出した。哇，安静的世界。島田さん。我好担心啊！我觉得很有可能，稻田可能会输啊。不思議な光景だった。彼が会場に入ると。音が消え。感觉好孤独啊！所有人都与他是疏離的。すいません皆さんお待たせしましたこいつ庭にいましたよのんきに恋眺めてましたもう嫌になっちゃうよねえじゃあ始めましょうほらそうや団長へ15歳中学生で那他这算少年白吗？天哪！その後将棋界の歴史を次々と覆し史上初7大タイトル全てを制覇そしてそれから十数年の年月玉座に君臨し続けるもその姿は変わることなく焦せず産まず汚れず圧倒的な力でそこに静かにそこにあり続ける可能这就是他为什么能够这么的专注于象棋吧。誰かが言ったきっと悪魔っていうのはああいう顔しているんだ感觉能洞察一切呢。白色恶魔。皆様こんばんは。今日は平日にもかかわらず多くのファンの方々にお越しいただきありがとうございます。挑戦者になって3週間ほど経ちましたが非常に慌ただしい。前夜祭が終わる頃島田さんが言った2つだ。あの化け物を相手に白星をまず2つ出ないとたどり着けない。6局目が俺のふるさとなんだ。啊，感觉会不会是 flag？ 哦。第1局114手目にて投了。又是这个小洞，又是这个风。父さん余計なこと言ったでしょ。メールで答えた通りだよ。僕は何も言ってない。カード止められた上にいろいろとにかく質問攻めにされたわ。他现在一直在用爸爸的钱到处晃吗？っていうかそれ姉さんの自業自得ってやつだろ。自業自得？何それ？何その上から目線？あんた何様？
ぐちぐち悩んでグダグダの将棋指してるくせに。関係ないだろこの話とは。啊，父ちゃん。可爱！天呐，这是第一次遇到吗？あかりさん、失礼しました。Hina 已经掉色儿了。啊！啊，两个世界，女巫怎么不算是呢？啊，让灵也吃豆皮寿司吧。誰よ、あの人たち。近所の世話になってる人たちだよ。ふーん。今度はあの家なんだ。またかわいそうぶって取り込んだ。天呐，他就是因为灵之前就吃他们家的米。天呐，怎么这样啊？いやらしい。可是他不是也去破坏别人的家庭吗？而且他自己讨厌着他爸爸，还用着他爸爸的钱在外面乱晃。石みたいに白い姉ちゃんの表情に。他肯定很想去帮助灵吧，为他抱不平。他想让灵向他们求助啊。哦。お姉ちゃん。眼神试图很凶狠。啊！哦，真的是家人，对比很明显。これあんま。お揚げ。啊，他吃了。でもこっちのはわさび漬けの刻んだのが入ってるんだ。啊，可是味が違ったら止まんないじゃない。だったらどうしてくれんの。そんなこと言われても勝手についてきて勝手に食べて文句ですか。そうですか。灵也吃啊。筑前にババクサアピールきつ。私家庭的でしょみたいな。男の子の一人暮らし、こういうのに飢えてんでしょ。哦不，这我真的有点受不了了。茹でてごま油と塩、ナムル風か。很嫌弃又吃完了。そんなんが晩ご飯。動けない。スカートきつ。苦しい。这可是给灵的爱心寿司。ちょっとねえ、服貸して。ジャージとかないの。もう寝る。怒られたばっかでしょ父さんに。帰んなよ。うっさいなもう。後で電話すりゃいいんでしょ。ああ、勝手に開けないでよそこ。朝。ああもう。はあ、やっと落ち着いた。
其实这一点又有很姐弟，我只能说。但是玲她心里还是有愧疚，她肯定还是比较放任他的，还穿他的毛衣。でもまさかあの人妻じゃないわよね。はい？何の話さ。人妻って、ああ、もしかしてあかりさんのこと？あかりって言うんだ。へえ、どうでもいいけど。抱っこしてたのは妹だよ。え？あの3人は姉妹だよ。可愛。他是觉得他们很老吗？本应该。だから例のところだってば。本当に例のところなら文句ないんでしょ。そんなこと言ってももう電車ないんだってば。レイ。何よ、娘をなんで信用できないの？他来这儿躲他爹。凌成了中间话事人了。姉さん、どうするのさこれから。父さん心配してたよ。知らないわ。父さんっていつも連れてるのよ。お世話になってるなら挨拶するから連れてきなさい。彼氏を。だって。并非男朋友。20も年上で最大者で。おまけにかつて自分の弟弟子だった男よ。連れてけるわけないじゃん。其实就是他爹的替代品。知らないわよ。私が聞きたいくらいよ。あのチビ、人のこと魔女とか言いやがって。本当に魔女ならこんな情けない苦労してないわよ。他是真的有。どうしよう。私。怖い。その夜の間中、携帯の小さな液晶の明かりが姐姐还是很依赖玲的。幾度も彼女の輪郭を淡く染めるのをただ見ていた。部屋中が青く染まって、仿佛在水中。姐姐也有错，但她也是很迷茫，她找不到出路嘛，只能这样在自我折磨，同病相怜的感觉。あの日、引き裂かれるような思いであの家を出たのに、姉も僕もこうして何も変わらないまま。変えられないまま。还是老样子，姐姐从小就缺少父愛。すみません、遅くなりました。ああ、いいよいいよ。何、走ってきたの？すみません、掃除当番が長引いて。掃除当番。ほほう、久々に聞くよ。懐かしいな、その単語。そっか、お前本当にまだ学生なんだな。早く入ってくれ。さっきから二階堂がお前のこと待ちかねててな。おお、来たか桐山。勝ったぞ最終局。これで来季はお前と同じ C1 だ。声でけえよお前。あと態度イラッとくる。重田さん、残留決定おめでとうございます。いやもうドキドキでしたね。もうちょっとで同じクラスになれちゃうとこかと思いましたよ。何それ、どこ見てたの？どこの将棋界の情報？無余裕のシーズンでしたが何か。老阴阳人了。で何より
俺も今季永久残留確定したし、まあなんつうか哦，好消瘦啊！ギリギリの線だったけどね。首の毛一本。兄者が言うと重みが。本当におめでとうございます。まあ目頭を押さえて。ついに追いついたぞ桐山。直接対決が叶うことを楽しみにしてるぜ。なあライバル。ああ、そうだな。そういった。也是挚友呢。每次只要有香子姐的出现，我这个心情都非常的复杂。就一方面我是能明白他从小其实是被灵夺去了一些父爱，或者甚至说他整个将来的这个将棋的生涯吧。但是呢，他又在这么多年的相处中，他其实是非常依赖着灵的。在遇到麻烦的时候，他也会找到灵这儿来做他的避风港吧，算是。而且灵是真的把他当做家人的，也是非常的去包容他。当然，一定原因也是灵他自己本身就对香子有非常多的愧疚。我觉得最让我感动的还是伊娜，她这个时候为灵站了出来。她其实也气灵，她怎么能不寻求他们帮助呢？怎么能在被香子姐这样子对待的时候，却没有将眼神望向她们三姐妹来求助呢？最后 Hina 这样强行将这个就是豆皮寿司塞给灵的时候，真的是太温暖了。我只能说，就是对于这种拧巴的人的时候，最好的出击方式就是直球。而且 Hina 的这盒寿司其实也相当于是在反驳香子姐说的，就是所谓的灵又去抢别人家的吃的，去破坏别人的家庭了。因为他们并没有觉得灵在破坏，反而是他们在接纳灵，灵也是他们家的一部分，其实是一个非常强有力的回应，真的是太帅了这一点。灵他自己是不太会去反驳香子吧，其实就是香子在灵家里的一些举动啊，或者说是所谓的任性啊等等，我觉得就是肯定也是仗着灵的这个包容。但是我想说，其实姐弟的相处很多时候也确实是这样的，当然排除到其他香子的情况，尤其我也有弟弟嘛，有时候我又觉得挺真实的。只是我觉得就是一定程度的撒娇任性是可以理解，但是一定不能去刺痛他人，并且灵其实身世应该是比香子是甚至更加可怜的吧。当然了，就是香子她已经必然存在在灵的这个过去了。我觉得更重要的是灵她接下来或者说现在遇到的这些人们，她身边的人，这些更加重要的人将会去占据她更多的生活和就接下来的人生吧。同时这一集出现的神之子真的也让我更加好奇了，它光是存在就会让人们有所这种距离感吧，让整个世界都安静下来的一种能力。我现在就是非常担心岛田可能去不到他的故乡了。那这一视频要结束了，我们下次再见啦，拜拜。